ご視聴ありがとうございます。どうも、だいだいチャンネルのオレンジです。今回、ひょんなご縁から Pimax 様より Pimax クリスタルライトをお借りしました。日々進化する VR 分野でハイエンドなスペックとともに独自の方向性を導き出し、VR 分野を盛り上げている Pimax 様のハイエンド VR に触れられるまたとない機会を与えていただき、本当にありがとうございます。レースゲーム、レースシムにおいて結構 VR を常用使用している身として、これまで散々使用してきたクエスト2との比較と、配信者だからこそ感じる優位点と不満点について述べていきます。それってあなたの感想ですよね。はい、そうです。オレンジ個人が感じたありのままの感想であることを先に断っておきます。ですが、これから VR 購入を検討している方への選択肢の一つとして一助となればと考えてはおります。また、今回 Pimax 様より割引クーポンコードを発行いただいておりますので、購入をご検討の際はぜひともご利用いただければと思います。これまで使い古したクエスト2と今回お借りしたクリスタルライトとの数値上のスペックを個人的に気になる部分だけピックアップして比較していきます。まずは最も重要視されるであろう解像度から。クエスト2は片目 1832×1920 に対し、クリスタルライトは片目 2880×2880 になり、面積的には約 2.4 倍近くになります。目に入ってくる映像の細かさを表す PPD はクエスト 220ppd に対し、クリスタルライトは 35ppd となり 1.75 倍きめ細やかと言います。同交換距離の調整はクエスト2が3段階だったのに対し、クリスタルライトはダイヤル式の無段階調整できるものとなっております。クエスト2の時は、この間の距離があればいいのにと思っていましたので、個人的にはありがたい部分ですね。これにより個人個人でかなり細かく調整できるのではないでしょうか。レンズはクエスト2が樹脂製フレネルレンズだったのに対し、クリスタルライトはガラス製球面レンズとなり、フレネルレンズ特有のなみなみ形状部分が取っ払われており、またガラス製ということもあり、かなりの透明度を得られていると考えられます。視野角においては公式発表されているものとして、クエスト2 90度に対しクリスタルライト水平115度となり、かなり広い視野角を確保できる感じです。重量に関しては公式に表記がなかったので、ストラップ付きで実測しましたところ、クエスト2 727g、クリスタルライト 812g でした。最後にクリスタルライトには描画機能として画面中央外のレンダリング品質を下げることで全体的な動作の軽量を測るフォービエイテッドレンダリング機能があります。ただしクリスタルライトにはアイトラッキング機能は備えられていないので、 PSVR2 のような目線での注視部分だけ品質を保つといったような使い方ではなく、あくまでも描画画面中央だけの品質が担保される仕組みなのだと思います。こうして比較してみると、ほぼ全ての部分においてクリスタルライトには優位性があることが伺えますね。まずは接続前にオレンジ卓の PC スペックを超簡単に記しておきます。CPU は Core i9-12900F、GPU は RTX3080Ti、VRAM は 12GB で HDMI ポートが1つとディスプレイポート3つを備えております。メモリは 32GB になります。購入当時はそれなりにハイスペックだったはずですが、それでは実際接続してクリスタルライトを体験してみましょう。
接続方法はご覧の通りで、ディスプレイポートへつなぐことと、電源を外部アダプターから供給する必要があります。すでに3つのディスプレイを使用しているとき、グラボの性能以下によっては2つ以上ディスプレイポートを開ける必要があるかもしれません。オレンジ宅では最後の口に差し込んだのではエラーが表示されましたが、ディスプレイポートを1つ外すことで正常に接続完了しました。実際装着したところ重量は結構感じ、そこそこフロントヘビーです。ストラップの締め付けに関して、後頭部の押さえパッドは可動性があり、後頭部が飛び出しがちな形状のオレンジの頭でもある程度柔軟にホールドしてくれる感じで好印象でした。描画されたものを見ての第一印象は発色がはっきりくっきりでキリッとシャープな描画に感じます。QLED にミニ LED がプラスされローカルディミング対応ですので暗部はしっかり暗く明るい部分も色飛びを感じない鮮やかさでした。視野角においては左右は結構広がったように感じ、その左右端の上下部分もしっかり見えると感じます。クエスト2ではなんとなく楕円に見えてた視野が、クリスタルライトでは角丸の四角になり、注視していない四隅部分のモヤモヤが取っ払われた感じです。なんとも悲しいのは、クリスタルライトの性能を引き出そうと解像度やフレームレートを欲張ってしまうと、うんともすんとも動かず、自身の PC スペックの貧弱な現実を目の当たりにします。iMAX アプリではリフレッシュレート、解像度など各々の PC 性能に見合うよう細かく調整ができ、さらにゲームごとに設定を保存することができます。現実と向き合いながら納得いくまで見つめていきましょう。ここからはレースゲームに焦点を絞り、手持ちのクエスト2と比較してクリスタルライトにする優位性や欠点を述べていきます。1、ピントが合わせやすい。クリスタルライトを使用し、何度か付け外しを繰り返して感じたことは、それまで使用していたクエスト2はフレネルレンズでスイートスポットが極端に狭くピントが合いにくく、VR を物理的に調整しないといけないなどストレスがたまるものでしたが、クリスタルライトはガラス製非球面レンズでの広いスイートスポットにより物理的なピント調整をする煩わしさがあまり感じられなかったことが挙げられます。リプレイを見たりキー操作をしたりと VR を外す機会もまあまああるレースゲームでは、再装着時のピント位置調整をする煩わしさが軽減するのはありがたい。2、オブジェクトがよく見える。モニター解像度が高くなったことで近づいてくる標識の文字も比較的早い段階で認識できるようになり、ステアリングディスプレイの表示やブレーキ目標にするためのトラックサイドにあるオブジェクトの目標設定なども比較的やりやすくなりました。3、スクロールが滑らか。ハイスピードでコーナリングする際に背景遠方のスクロールがクエスト2の時ではカクカクコマ送りになったり、映像が波打ってたりするのを我慢しながら走っていましたが、それらの不快な動作がかなり軽減されて滑らかでより自然に流れる背景を体験できます。4、最小限の首振り。つけ始め第一印象でも感じていた視野角の広さについてですが、クエスト2では両ミラーが全く見えなかったのに対し、クリスタルライトでは前方にまっすぐ向いた状態で両側のサイドミラー内側サイドあたりまで認識できるぐらい視野角が広がりました。それによりサイドミラーへの目視確認するための首振りを必要最低限の動作に留めることができます。5、立体音響。普段ゲーム中はアンプから音声を出力していますが、試しにクリスタルライトからゲーム音を出力すると結構迫力がありました。振り向き角度に応じて音声方向がリアルタイムで変化し、立体的に感じられます。以上5点がクエスト2と比較してオレンジの感じたクリスタルライトでの優位点になります。これらによりクエスト2と比較してクリスタルライトの方がより車に乗って運転しているという極めて没入感の高い追体験ができると感じました。
逆に阻害してしまう要素もあります。それはやはり VR 自体に重量があることでしょうか。周りの車との位置関係を認識すべく顔を直接素早く周囲に向けたりする際にどうしても重さが気になります。あとはそうですね、そもそも PC のハイスペックを要求されるレースゲームというジャンル、いかに自分の PC での限界を突き詰められるか、トライアンドエラーを数えきれないほど繰り返してでもちょうど良い頃合いを導き出そうとする気概がないとなかなか納得できる設定にはたどり着けないかもしれませんね。普段ライブ配信で VR を使用しているオレンジがクリスタルライトを使用してのライブ配信で感じた不満点などを述べていきます。結論から言いますと、ライブ配信での使用向きではあまりないのかなと感じましたので、それを説明していきます。1、VR 前方部との物理的干渉。前述しました通り VR 自体の重さと関連する部分にはなりますが、前方部の物理容積が大きくマイクなどと干渉してしまうことがありました。前方部の小型軽量化などが図られたら嬉しいところなんですが、クリスタルスーパーがそうなってるって？ 2、瞬時に現実世界に戻りたい。パススルーカメラは備わってはいますが、白黒で荒く、正直現実世界を確認できるレベルではなく、キーボード操作などはかなり厳しく感じます。クエスト2に対して脱着感の快適さの優位性があるとは述べましたが、正直なところ脱着せずともフリップアップなどで現実世界を確認できたり、現実世界が確認できるレベルのパススルーカメラを備えるなど工夫が欲しいところです。3、VR 収納とケーブル管理が大変。直接ライブ配信とは関係はありませんが、ケーブルの脱着ができず、ケーブル管理や VR の取り回しが結構大変に感じました。いえ、ケーブルが取り外せないわけではないのですが、いろいろパーツを取り外す必要があるため、ケーブルの脱着を常用するのはあまり現実的ではないと感じました。4、GPU リソースを結構持っていかれる。取り付けの際にも述べました通り、ディスプレイポートを一つ犠牲にせざるを得ず、これによりコメントや OBS などの表示に使っていたサブディスプレイが使えなくなることと、配信エンコードに GPU 処理を利用している場合などは負荷が過剰となり VR が満足に動作しない場合があります。結果的には VR の表示品質を下げるなどの調整を行うことになり、クリスタルライト本来の性能を活かしきれなくなってしまいます。ただしこれらのことは単純に PC を超高スペック化したり 2PC 配信することで回避はできるかと思われます。以上のことからライブ配信主体でゲームプレイされる方には若干不向きかと思いました。1週間ほど実際触ってみて、オレンジが思うクリスタルライトをおすすめできる人、できない人を端的にまとめます。おすすめできる人は、最高級品質グラフィックで VR 体験をしたい方、高視野角を確保したい方、レースゲームを優位性のある VR でプレイしたい方です。おすすめできない人は、ライブ配信を主としている方、ただし高負荷を凌駕するスペックの PC をお持ちであったり 2PC で配信している方は十分おすすめできると考えます。いかがだったでしょうか。何かお役に立てましたでしょうか。スペックアップによる高次元なグラフィック体験と本当にその場にいるのではないかと錯覚するほどの高い没入感は、単純なスペックアップだけにはとどまらない随所に散りばめられた些細な工夫と開発陣の並々ならぬ情熱の賜物だと感じております。とはいえそれら高次元を体験するにはそれなりのハイスペックマシンを用意しなければいけないのもまた事実。ハイスペックマシンをすでにお持ちであったり、これから取り揃えるご予定のある方などは VR での最高級体験としてクリスタルライトを検討してみるのもいいのではないでしょうか。
最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。それでは良い VR レースライフを。じゃあねー。この動画が役に立った、面白かったと感じた方はグッドボタンを、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。